はいどうも。ミニのエアインテークパイプの交換をします。ここのパイプが一度ぶっちぎれてしまって、コーキングで補修してあるんですけど、こちらの付け根部分がですね、完全にちぎれてしまって外れていたので、もう寿命ですね。こちら、インテークパイプをアリエクで購入したのですが、確認を怠って前球をポチってしまいました。私の車は後期型なので、ちょっと形状が違う部分がありますが、パイプの径さえ合えば後期型でもいけそうです。皆さんね、こういう失敗しないように気をつけてポチりましょう。価格は4924円で、送料が1054円です。合計で5978円でした。一応概要欄にリンク貼っておきます。GN レーシングって書いてあるんですけど、シリコンホースはサムコぐらいしか知らないんですけど、中国製なんでね、ちょっと耐久性はどれぐらい持つかわかりませんけど、とりあえず取り付けてみます。インテークパイプを外します。ホースバンド類を外します。これが外した状態ですけど、広いですね。新しいパイプを貼り合わせします。なんかフィッティングが微妙なので、急遽違う方法にします。エアクリーナーの方はですね、普通に Amazon で売っている75パイのやつですね。キノコ型。それからこれも Amazon に売ってる蛇腹の75パイのホースですね。Amazon で買うよりもアリエクの方が安かったので、アリエクで購入しました。これは建築資材の問屋さんで買ってきたニップル75パイってやつなんですけど、これはちょっと普通のホームセンターには売ってないかもしれないです。こちらは塩ビの75のジョイントパイプです。これは6ミリ厚のプラスチックか樹脂の素材なんですけど、適当に家に転がってた廃材で自作で作ったジョイントです。あとボルトナットですね。この蛇腹のホースはですね、これいらないです。この分だけあればいいので、30ぐらい。ちょっと切り口汚いんですけど、どっちみち隠れる場所なんで、小さいことは気にしないですね。このパイプはマイナスドライバーでこの隙間をこじってあげて、引き抜くだけです。純正のエアクリを外します。ここのトルクスネジは T25 です。純正のエアクリボックスはネジ1本だけ止まってます。センサーを外します。キノコ型エアクリーナーをここに配置しようと思います。クーラントのリザーバタンクはこっちの方に移動させます。まずはリザーバタンクのロアホースを外します。ここのアッパーホースを外します。
この車は、ここのジョイント部分が破損してしまったので、自作で補修してます。この外気導入も外します。入り口の部分は爪で止まってます。4箇所。ホースは8パイと15パイ。このホースは耐圧が 0.8、1点で、耐熱は両方とも60度までです。ラジエーターホースとしては性能落ちるんですけど、まあ仕方ないんで、とりあえず取り付けます。あと、ホースバンドとシールテープ。これは水道の補修とかに使うやつですね。あと、ジョイントですね。8パイと14パイ。これちょっと細いんですけど、これしかなかったんで、これを使用します。このホースの継ぎ手は、これも交換した方がいいんですけど、漏れがないのでこのまま使用します。真似される方は、純正の径が16ぐらいなので、ホースの径は気をつけてください。ホースのジョイント部分はコーキングしました。ロアホースを継ぎ手で連結します。家に転がってた廃材で適当にステを作りました。リザーブタンクをステに取り付けます。リザーバタンクはここに移設です。ホースを接続するジョイントが、これ14パイなので細いので、シールテープで巻いて太くします。センサーアダプターはめて、
ントパイプをはめて、あとはセンサーを挿して、クーラント液を補充して、クーラントを補充したら、エア抜きのバルブがここにあるので緩めます。しばらくエンジンをかけてエアーが抜けたのを確認したらバルブを閉めます。外気はグリルを通ってここのダクトに入っていきます。ここから新鮮な空気を取り入れるので、ラジエーターホースも冷やされてエアクリも冷たい空気を吸えるので効率がいいです。改造を真似される方は自己責任でお願いします。それではまたお会いしましょう。